魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法社談話室。賢者の皆さん、ファウスト役の伊藤健人です。賢者様、レノックス役の保瀬雄一です。ということで魔法社にようこそ。はい、魔法ラジ11回目の配信でございます。ありがとうございます。おかげさまで。はい、6月に入りました。梅雨さすがに入ってますよね。来てますかね、今年どうなるのかな。なんかね、こう春雨多かったですけどね。そうですね。そうなんですよ。だからこう梅雨はどうなるのかっていう感じでございましたけど、最近こうレインブーツとかのさ、おしゃれおつだったりこう使いやすいのが増えましたね。ありますね。あれがあれば何も怖くない。もうなんだったら帰って好きになっちゃうかも。雨がまあ嫌いではない。嫌いではない、そもそも雨の日って好きですか、保瀬さん。たまにはいいけどね、なんかこうしっとりした気持ちにもなりますし、なんかこう僕も雨結構好きなんですけど、湿気によりますよね。めちゃくちゃ暑くて雨だとムシってするとね、ちょっとそれで爽やかになるぐらいの雨だった。はいいいよね。雨上がりがちょっとこう涼しげだったりしてね、そうするといいんですけどね。なんかちょっとこう池にこう水落ちて波紋広がる感じとかね。わびですね。そういうの好きですけれども、結局程度によりますわ。そうですね。止んだ後にね、ミミズとかがこうっつってね出てきたりするとちょっとね、おい盛り上がったねっつってパーティー後かなみたいになっちゃうからね。はい、ということで梅雨なんとかしてね、皆さんも楽しみながら乗り切っていきましょう。はい、それではそろそろ始めていきましょう。魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法社談話室。よろしくお願いします、賢者様。ルチルが幼い頃、ポツポツポッチャンという言葉を作ったんです。雨の日に唱えると翌日が晴れになる呪文なんだと言って、皆でそれを唱えるのは楽しかったですね。改めましてファウスト役伊藤健人です。レノックス役の保瀬雄一です。ということで今聞いていただいたジングルは賢者ネームクラゲさんから、梅雨の時期の憂鬱な気持ち、雨の日が楽しくなるような言葉が聞きたいですというリクエストセリフでした。ありがとうございます。いいですね。この南の国のエピソードはたまらないですね。暖かくてポツポツポッチャン、みんなで行ってみんなで行ったらワンチャン本当に叶いそうですけどね。てるてる坊主よりも雨雲が吹っ飛んでいく。あれっつって目に見えてスピードがってなるかもしれないですね。やりますか。ポツポツポッチャン、ポツポツポッチャン、ポツポツポッチャン大合唱ポツポツポッチャン、ポツポツポッチャン。怖い呪文感がすごくなっちゃった。はい、そんなね、こうやりますよね。おまじないはね、てるてる坊主とかね作ったことさすがにありますしね。明日天気になるとかね。はい、ということで、ありがとうございました。こんな感じでセリフのリクエストお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。2.5 周年ということで、魔法役もねさまざまなキャンペーンが実施でございます。皆さん、魔法役賢者クイズとか遊びましたか？どうでしょうか。いろいろと調べていただいてね。そうなんですよね。今時っても調べれば大体出てくるじゃないですか。でも検索とかすればってこと？あれをもうしないでまずはね、そうすぐ答えが手元に今ある便利な時代だからこそ、何も見ないでやってちょうだい。よろしくお願いします。魔法役賢者クイズ、皆さんもぜひやってみてください。勉強します。それではね、賢者の皆さんからお便りいただいておりますので紹介していきましょう。賢者ネームネロの持ってるフォークになりたいさんからいただきました。いや、そんな食べ方はしないんだよ。どういうフォークの使い方してるの？あとネロじゃねえ。伊藤さん、保瀬さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。すいませんでした。魔法役メインストーリー2部更新されましたね。4章では北の魔法使いによる魔法使いランキングが開催され、魔法役をプレイしている賢者様にはとっても興味深い内容だったと思います。特に若い魔法使いたちの中ではこの子の方が強い、いやこの子は意外とみたいな会話がありましたので、今後メインストーリー内で回収されていくのかなと思うとドキドキが止まりません。どうでしょう。私たち賢者の予想しえない番狂わせなんかもあったりするかもしれませんよね。ちなみにお二人が担当するファウストとレノックスは
レノの場合はカインとファウストはシャイロックと比べられていましたが、お二人は自分のキャラがカインやシャイロックと勝負したらどうなると思われますか？よければお聞かせください。いやそれは勝ってほしいじゃないですか。まあね、でもねこのやっぱ魔法社内のっていうとさ、どこまでこうマジの本気でやってくれるんだっていうところがあるから。そうですね、そこが難しいところですね。なんかレノとかちょっとこう結局手でいっちゃいそうだから。そうですね、反則ピピピピ無力化しようと思ってこうガッあっつっていっちゃうから。ファウストはなんやかんやで勝ってほしいけど負けるビジョンしか見えないんだよな。ちょっとあえて感ありそうだよね。そう、あえてなのか体力尽きてなのか、はい、そんな感じです。もつれ込んでね。持久戦には弱い。粘りによってとかありそうですね。ヘロ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 。はい、ありがとうございます。はい、それではもう一ついきます。はい。賢者ネームフラグ回収のナムさんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、ホセさん、こんばんは。こんばんは。忙しい日々の中、お風呂上がりにマホラジを聞きながら美容ケアをするのが至福の時間です。私は箱推し賢者なのですが、誕生日ガチャは1日1回毎日回しています。すぐにバースデーカードをゲットできない月ももちろんあるので、先日のホセさんの80連してもレノックス来ていない発言を聞きながら、今回も厳しいかなと思っていました。しかしあれはレノックス誕生日当日のこと。ホセさんがバースデーレノックスカードをゲットしたツイートを見て、おめでとうございます、私もあやかろう、まあホセさんとはだいぶ回している数も違うけどふふなんて軽く思いながら、その日自分のガチャを回したら2022バースデーレノックスカードが来てくれました。おめでとうございます。本当に来るとは思ってなかった。この度は、お礼のご挨拶にメールをお送りしました律儀、本当にありがとうございました。余談ですがネイルケアをし始めてから日が良くなった気がします。あら、ということで、やっぱ押す指にも何かが宿ってるのかもしれない。出た、これいつぞえもあったマホラジ教の話じゃないですか。信じないぞ僕はそういうね流れとか縁とか信じてないですからね。そうですね、これに関してはねたまたまだと思うんですけれども、まあね、そういうちょっとこうもしかしたらどうかなみたいなね、回す前のこう心持ちになれたとしたら幸いですね。いや僕そうだ、今で思い出したんですけど、その流れとか縁信じてないって言ってたじゃないですか。ちょっとねその揺らいでるというか、そういう出来事があって。そう全然関係ない漫画読んでたんですけど、その中でこうなんか、その流れっていうものを信じていない主人公と、いや流れはあるよっていう人が会話してるシーンがあって、流れがある根拠を見せてやろうっつって、この、ペットボトルだったかな、グラスにこう、白い砂粒を入れるんですよまず。でその色のついた砂粒も入れるんですよ。でそれでこうペットボトルとかの中でこうシャッフルするわけですよ。するとどうなるか。色は綺麗に混ざらないんですって。混ざんないの？なんかちょっとこうマーブルな感じで白いところと色がついているところとちょっと分かれる。これが流れがあるという根拠じゃって言われて、俺はね微妙になるほどって思っちゃう。ちょろいな。ちょろいんですよ。そうちょろいの。ちょろいからちょっと信じないようにしてるみたいな風に言っている感じかな、もしかして。それを見た時からなるほど。だから運というのも偏るんだ。なるほどね。来てる時はちょっと来てるっていう流れはあるし、来ない時は来ないみたいな。そういうの全く信じてないんだけど、そのね。それをちょっと読んでケンさん、本当にねその通りで、ガチャはね偏るんです。どうなんですかそのシステム上。じゃシステムとかじゃない。システムじゃない。システムは均一なパーセンテージの通りなんですけど、それは間違いない。引く私という揺らぎが入ることで偏るものなんです。引く私という揺らぎ。はい。もうそういうものとしていつか来てくれよと。なるほどな。まあでも本当良かったです、来ていただいて。それのいい流れの時にホセさんが引いてからそれをツイート見て引くときた。そんなわけないと思うけど、そう思っていただけたなら幸いですわ。本当によかったよかった、ありがとうございます。本当わざわざご報告すいません。律儀。
はい、もう一つご紹介させていただきましょう。賢者ネーム東の国のお菓子屋さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、ホセさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しませてもらってます。6月からスイパラと魔法役のコラボカフェが始まりますね、私の住んでいる地域には対象店舗があったので絶対に行きたいと思います。やったね。メニューも公開されていますが、どれも可愛くて美味しそうで、これからとても楽しみです。実は私パティシエをやってるんですが、いつかキャラクターをモチーフにしたケーキやスイーツを作ってみたいなと思っています。お二人はこんなメニューがあったらいいなと思うものなどありますか？すごい本職の方じゃないか。いやもうそしたら割と簡単にすぐ作ろうと思えば作れちゃうとは思うんですが、なんでしょうね。でもさ、なんつうの、この生クリームでさふわふわしたやつ、こうちょっと俺お菓子の名前全然わかんないんだけど、生クリームでふわふわしたやつ、生クリームをこうさいっぱい重ねてふわふわしてさ、すごいでかい羊のスイーツ作ってほしいんだけど。なるほど、メレンゲとかでいいんですかね、あれね。メレンゲってさ、生クリームのと何が違うの？メレンゲは卵白。卵白に砂糖を加えて混ぜたものが生クリームではなく、それはメレンゲ。つまりイコールなのかい？生クリームはもう分かんない。市販のものをそのまま泡立てたことしかないからな。全然分からねえのよ。全然分かんない。もう難しいですよね。白くて甘いふわふわしたもので羊を作るというのはどうでしょうか？いいですね。綿あめじゃダメですか？綿あめもいいね。綿あめもいいね。綿あめだったら結構分量も食べれるしね。俺パッて思い浮かんだのはなんかその季節的にはクリスマスのお菓子なんですけど、なんだっけあれ、ブッシュドノエル、よく出てきたね。切り株みたいな形してるから、なんか魔法役と親和性高そう。クリスマスですけどね、シーズンはね、あれね。そうだよね。クリスマスに出てるイメージある。ノエルだもんね、なんかね。でもいろいろなんかできそうじゃないですか。それこそパティシエをやられているお店でちょっと提案してみてはいかが？いいじゃないですか。それ魔法役っていうとちょっと波が立つんでねあれですけど、ちょっとほらこういう月をここに配置してみたいな夜の夢感あるお菓子とかちょっと作ってみて。ちょっとコンセプト的なやつってことね。素敵かもしれませんね。ちょっともし完成したらお写真とか拝見したいものですけれども。いいですね、写真付きってのもいいんじゃないですか。ぜひね、こんな感じでねお便りまた頂戴したいと思いますので、皆さん引き続きゲームの感想や僕らへの質問メッセージなどなどお送りいただきたいと思います。お願いします。魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法社談話室。さあここからは番組コーナーやっていきましょう。魔法ラジランキング、このコーナーですけれども、テーマに沿った賢者の皆様独自のランキングを送ってもらうコーナーとなっております、皆さんの魔法役愛を直に伝えていただこうというコーナーなんですが、今回募集していたテーマこちらです。魔法役を人におすすめするときにアピールするところトップ3。ということでこの皆さんもねあると思います、こういう機会が自分の好きなものを誰かにプレゼンすると。そうです、そのプレゼンの参考にもねできますよということでね、布教をするときにどんなところをピックアップするんですかというものをトップ3で頂戴しているので、紹介していきたいと思います。今日すごいですよ多分、愛が本当に文字数にも現れてますから、文字が小さいでは、1通目紹介いたします。賢者ネーム150日賢者さんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、ホセさん、こんにちは。初めてメールをお送りさせていただきます。ありがとうございます。魔法役を人にアピールするところトップ3ということなのですが、今回は魔法役を始めてまだ150日の新米賢者の私が思う新規ユーザーにも優しい魔法役を人にアピールするところトップ3という目線で選んでみました。さてはプレゼンうまいなこの賢者様は。おや行ってみましょう。それでは第3位、新規カードが一気に8人出る。
はい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 、魔法使いが21人もいると推しの出番が来ないとなる場合が多いかと思うのですが、魔法役の場合カードイラストが一気に8人、場合によっては9人出ます。しかも SSR は3人、賢者休む暇がありません。しかもそのイラストが本当に綺麗で可愛くてかっこよくて素晴らしいです。コリーさんいつもありがとうございます。ということで、なるほどね、なるほどね、これはあるあるですね。ソシャゲあるあると言ってもいいかもしれません。なんでね、場合によってはこう年とかねまたいじゃうこととかあるかもしれないですからね。ところとかね、そうですよ。そういう意味ではね、そのちょっと体力が心配ではあるところもありますけれども、割とだから推しの出番が早めに来るっていうのはね、やっぱりこういいですよね。常にね新鮮ですからね。いいですね、目の付けどころがさすが。うまいなプレゼン。第2位、ストーリーが豊富。はいはいはい。魔法薬はストーリーももちろん素晴らしいですが、その多さにびっくりしました。カードエピソードは通常1種類だと思うのですが、魔法薬はレベルアップで読めるエピソードと育成時に発生するエピソードの2種類、5回覚醒させた場合には4コマが解放されますし、ログインストーリーでイベントに参加していないキャラクターたちのストーリーまで読めてしまいます。推しの一面をたくさん見られてとてもありがたい。手厚い。ありがとうコリーさん。はい、ということで指名が一緒でしたね。素晴らしい。でもね、本当ね、さらっとログストとかでもなんかしっかりめのやつとか来たりするから、そうですね、見逃せない話多いですもんね。そうなんですよね。さらっと終わらないんですよ。そりゃ豊富だよね、本当確かに言われてみれば。それでは第1位いきましょう。はい。流行る第1位は復刻イベントが選択式。はいはい。これはイベント開放キーは月に購入できる数が決まっていますし、読みたいけど読めないストーリーがたくさんあるなぁと思っていたのですが、魔法薬はただの復刻イベントではなく選択復刻イベントを開催してくれます。自分の推しの活躍するイベントストーリーが読める、しかもガチャまで引かせてくれる、保証が手厚い。コリー様ありがとうございます。3日だけでも大歓迎なので、これからもどんどん復刻してほしいです。コリー様ありがとう。三段活用ですよ。感謝がねすごいですね。なるほど、復刻イベントしかもね、スパンがね早めというかね、もうしていただけるんですかっていうところもありますからね。これもランダムですからね、こう下手すると1年とかいつ来るか分かんないものですからね、基本ね。そう考えると本当新規っていうかね、新しくちょっと進めた時に過去に戻って遡って追いかけやすいよね。追いかけやすい。今からでも全然追いつけるというか、いろんな話も楽しめるし。はい、ということで150日賢者さんありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいプレゼン力だわ、ね、新米目の賢者とは思えない。150日ってことは5ヶ月、まだ半年ぐらいですよね。いやもう素晴らしいですね。ありがたいです。ありがとうございます。すごい分かりやすい。分かりやすい。素晴らしいなマジ。やっぱこっちの賢者様はみんなうまいんですね。やっぱりこう賢いものって書くだけある。本当だよね。じゃあもう一つご紹介させていただきましょう。賢者ネームアンパン粒あんだったらいいのにさんからいただきました。さあ粒あん派だったか。こしあん派なようです。はい。私の魔法役を人におすすめするときにアピールするところトップ3、略して魔法アピトップ3を発表したいと思います。魔法アピ。いきなりつかみからちょっとキャッチーに引き込んでくるじゃない。魔法アピ。先にねお伝えさせていただくんですけど、全部読ませていただいたんですが、もうね A42 枚びっちりなんですよ。すごいですね。全部読み切るとちょっとねかかると思うんで、少し抜粋しつつ紹介しましょう。はい。第3位、グッズがいい。はい。理由ですけれども、グッズは持ち運べる広告だと思います。もう私はねプレゼンするときにいきなりおすすめ聞いてと言って話を切り出すタイプではないので、さりげなくグッズをつけたり会社の机に飾ったりして、誰かからこれかわいいね、何のやつと話しかけられたタイミングで布教します。なるほど、素晴らしい。もう餌ですね。もう常に巻き絵をして歩いてるわけですよ。もうどこにいる時も引っかかれ、ヒット、賢き者が餌をまいてね今かと。でも本当ねすごいおしゃれなグッズだったり可愛いグッズが多いから、あってなりやすいよね。マジで電車乗ってる時とかあってなって魔法役のグッズだっていうの結構ありますね。目につくようにしてくれてるっていうかね。リュックとかね、背中を見ながら。いや受注にはまってますね。そうですね。ついつい目が離せなくなってしまうね。やるな。そして第2位、イラストが綺麗。キャラクターも背景も長時間見ていたくなるくらいイラストが綺麗です。
私はいきなりこのイラスト綺麗だから見てと話を切り出すタイプではないので、魔法役公式ツイッターのイベント予告をリツイートして魔法役を知らない人にこの素敵なイラストを見てもらいサブリミナル効果狙っていきます。なるほど。はい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 。いろんなタイプの賢者がいますね。そうですね。やっぱマッティエタイプですからね。そうですね。ちょっと街のタイプの賢者です。トラップ仕掛けてるタイプの賢者。しかも動くからねイラストね。今やもうね。そうですね。魔法役は。そして第1位。ストーリーがすごくいい、はい、魔法役のストーリーを読んで人生観が変わりました。魔法役のストーリーが読める時代に生まれてよかった。とにかく一人でも多くの人に魔法役のストーリーを読んでほしい、そんな気持ちで日々生きています、ただ私はいきなりこのストーリー最高だから読んでと話を切り出せるタイプではないのです。そうだね、グッズとかイラスト以上に意味わかんないもんね。そうですね。こればっかりはすいませんしのこの言わずに読んでくださいと言ってしまいますと。じゃあもうその餌にこう引っかかった皆さんにね、新米の賢者になりそうな人に、魔法役のなんだよ、もうストーリーいいからとにかく読んでと。そこからの一気にこう引いていく竿を、釣り竿をギュンというこのスピードでね、やっていただいてるわけですね。読んでもらえればわかると、あとは、魔法役でもらった言葉をお守りにして日々生きています、だからどうか魔法役のストーリーを読んでください。きっといつかあなたを救う言葉に出会えるはずです。5章です。もはやおすすめを通り越して懇願です最後はもう拝み倒しですよね。読んで懇願、そこまで言われたら言っていただける。そうやっぱ本当にその人の熱意っていうのは人を動かすからね、いやあなたがそこまで言うんだったら、ちょっと読んでみようかしらとなるでしょう。いやありがとうございます、ということで今回ここまでとなります。いやありがとうございます。でも本当に皆さん熱い思いをありがとうございます。なんだろうね、熱量と分量がすごいから。そう文字だけのはずなのに、熱量伝わってくるもんな、もっとちょっとご紹介したいんですがしきれずすいません。本当に読ませていただきました。ありがとうございます、そしてね次回のメールテーマも発表したいと思います、次回のテーマこちら。枕投げを一緒にやりたい魔法使いベスト 3。 2.5 周年で寝巻き姿実装されたんで、ちょっと今回はちょっとこのね内角高めギリギリいっぱいぐらいの感じのちょっとこうテーマでね、ポップなテーマでね。そうなんですよ。和気あいあいとね、前回ちょっと紹介しましたけどね、みんないろんな服着てたりいろんなアイテム持ったりしましたけど、そうなんですよ。枕投げを一緒にやりたい、意外とストーリーが寝巻きだけど南とかおやおやみたいなところとかもあったりしたんで、ちょっとギャップとかもありつつというところでね、こちらのテーマにね投稿していただきたいと思います。お願いいたします。お願いいたします。待ってます。以上マホラジランキングでした。魔法使いの約束ラジオ。こちら魔法者談話室。続いてはこちら。呪い屋は猫が好き。このコーナーですが、僕が演じるファウストは陰気で引きこもりの呪い屋だけど実は猫好きという意外な一面があります。そんなファウストにちなんで、実は〇〇が好きなんですといったあまり人には理解されない趣味やギャップなどを紹介していこうというコーナーです。今日もいいの来てますよ。ではお便りを紹介していきましょう。お願いします。1通目は賢者ネーム金曜日はフライデーさんからいただきましたそうですね、当たり前。伊藤さん、ホセさん、こんばんは。こんばんは。私は最近廃墟に魅力を感じるようになりました。来ました。もともと建築物や世界遺産を見るのが好きだったのですが、廃墟にはかつては栄えていたことを彷彿とさせる寂しさがあり、そこが何とも美しいなと思います。しかし安全面から入ってはいけないところが多いので、廃墟の写真集でその魅力に酔いしれています。特に好きな廃墟は遊園地です。友人たちには建物の写真を見て何が楽しいのと誰にも共感してもらえないのですが、お二人は建築物は好きですか？もしあればおすすめの建築物を教えてほしいです。いや廃墟はわかるわ。廃墟わかりますね、もう小学生の頃忍び込んでましたもん。子供の時だから許して。いい廃墟あったんだ。あったんですよ。もう今もうないんですけど、ね、本当になんかもう昔お屋敷だったんだろうなみたいなところがあって、なぜかねその家にその
なんだ塀とかある、もう当然入れないようになってるんですけど、その入れないようになってるはずの壁になぜか穴開いてて、めちゃめちゃテンプレ廃墟じゃん。そんなんもう小学校は入るよっつって入るよね。でさ、その廃墟のはずじゃん、でもちょっとさもう中がちょっと見えたりするじゃないですか。机とかもあるじゃん、置いてあるのよ。何が？なんか最近のさすがに最近誰かが飲んだだろうみたいな。あら？空き缶とか。おや？いるね。どうなんでしょうねみたいな。まあでも廃墟とか放置してるとね、人が入り込んじゃうっていうのも危険っていうからね。まあそれでどなたか住んでらっしゃったのかもしれないですね。あとはこう使われていたであろうブランコとか。めちゃめちゃ立派なお屋敷じゃない。そうなんですよ。ブランコだそれがまあもうなくなっちゃったんですけど、できたら家4軒建ってるもんだって。あ、すごいね。そう家4軒になるぐらいの広いお宅だったんだ。豪華な廃墟。それぐらい大きなところってなるとこうね、痕跡みたいなものもいっぱいあるからワクワクしちゃうよね。そうですね、あと好きなところはね、東京の建築物、とある大学病院、ごくごく最近は行けてないんだけど、僕がそのまあ多分結構前の時代からその残ってて、今それがその大学病院だから多分資料室かなんかになってんのかな。そこがね、その僕が知る限りいまだに唯一東京都内でエレベーターが蛇腹式の上げるやつ。めちゃめちゃいいじゃん、レトロな。そう映画でしか見ないような。それ素敵だね。そうなんですよ、あそこ好きだったな。なんかやっぱこうちょっと時代とか郷愁を感じる建物ってグッとくるよね。そうなんですよ、歴史をねやっぱね感じますよね。俺その意味でね、やっぱ東京タワー好きなんだよね。東京タワー本当にね、最初の東京オリンピックの時からこう同じものが建ってるわけじゃないですか。そうですね。言うたらもうだって築60年ぐらいなわけですよね。まあ60ぐらいですかね。多分60以下ぐらいかな、分かんないけど、そうだからやっぱりこう頃の昔の写真にも出ていて今もあるっていうので、なんかねこうちょっと廃墟じゃないんだけど今もね、あれで現役バリバリやし全然古くないのはもちろんすごいなんだけど、なんかこうレトロ感を感じさせる感じがねグッとくるんですよね。わかるな。なんか東京タワーとかって外階段から降りられるじゃないですか。あれ結構好きですもん。疲れるけどちゃんとねその機能が備わってるってところがなんかいいよね。そのね言うたら5、60年残っているの鉄骨を間近に見ながらこう、いいね。そう好きだな。確かに東京タワーちょっと時代を感じさせる建物巡りいいかもしれない。いい趣味だなこれ。ありがとうございます。ちょっとおすすめの廃墟もね具体的に教えてほしいですね。確かに行ってみたい。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてご紹介させていただきます。賢者ネーム応援が可愛くてかわいそうで愛おしい賢者様からいただきました。ありがとうございます。賢様、ホセさん、こんばんは。こんばんは。自分の趣味はスーベニアメダルを集めることです。我が家のメダル帳は母が始めて50枚弱入るメダル帳が今では3冊目に突入してます。一期一会だし高くても200円だしと言いつつついつい見かけると買ってしまいます。それとは別に記念メダルも集めるのが好きで、キラキラしたものはいくつになっても心がワクワクするんですかね。お二人は小さい頃から集めてるものや見かけるとつい買ってしまうものはありますか、というね。はい、メダル、スーベニアメダル。俺もちっちゃい頃はなんかね、それこそ子供の頃東京タワーとか行った時作ってもらいました。もう絶対あるもんな。U1 とか打ってね、名前打っててね。いやグッとくる。なんかねそれがね150個あるってことは単純計算して150のどこか場所に行ったってことですよね。そうだよね。すごくないですか。素晴らしいよね。150箇所のものがあるからね。そんな行かないよ。すごい。これジャラジャラして富豪気分味わえるよ。ジャラジャラメダルね。メダル帳をねちゃんと集めてるもの。小さい頃から見かけるとつい買ってしまうものなんかありました？僕ね、メダルちょっと似てるかもしれないですけど、ピンズ、ジャケットにつける、あれがちょうどやっぱこうメダルとかと同じぐらいのサイズで集めるのによくてね、買っちゃうんですよ。でなんかこうそれこそ昔のこう社員証とか、昔のなんか外国の都市が作ってる、そのトリノとかのこうなんていうのかな、本当まあそれこそ
旅行屋さんの雑貨屋さんで売ってるやつ。ああいうのをなんかこう綺麗に磨き直してピンズにしてたりとかするから、あれがねなんかそう行ったことないけどこんなのあんだみたいなのでねちょっとグッとくるんですよ。いいですね。ケンさんもそういう癖ある？子供の頃集めてたのは酒の蓋。わかる。日本酒の方。わかるよ。日本酒の蓋。はい。あれをやった。あれをもうねもう酒屋さんにもらいに行ってた。もうすごいじゃない。チートしたじゃない。最後に行き着くとこじゃない。そうであれ回して駒みたいにね遊んでバトルしてもいいし。あれやっぱ子供心にちょっとお宝だよね。そうなんですよ。全然多分ね漢字とか読めてない自分からやってたから、ちょっと文字が金色だったりするからこうテンション上がったりするんだよね。あれ集めてたな。なんかこうちょっとちっちゃいものとかキラキラしたものっていうのってワクワクするんだね。人間しますよそりゃ。その頃の気持ちを忘れてないの素敵ですよね。でもやっぱ継続は力なりですからね。ここまで集めると本当ねすごいよ。ちゃんと価値が生まれそうだもん。ぜひこれからもちょっとねいろんなところで作ってみてください。はい、ありがとうございます。ということで今回はここまでとなります。はい、刺さりましたね今回も。なんかちょっと集めたくなってきたわ。これ お便り1個で番組できるのよ本当に。毎度ね本当ね。そう、紹介したかったな。我々の知らない世界ですからね。読めてないやつありますけどね。ちょっと次回のお楽しみですかね。はい、ということでありがとうございました。以上、呪い屋は猫が好きでした。雨が降ると花や木々を好む精霊たちが喜ぶ。だからいつもより気配が濃く感じられるはずだ。目を閉じて雨音に耳を傾けて、彼らと共に雨の日を過ごすのも悪くないと思うよ。はい、ハウストのジングルでしたけれども、らしいですね。いやいいですね。セリフが、おしゃれですね。私こう内省的というかね、すごくこうしっかりとこう自分の感性というものを大事にね、魔法使いらしいですよね。こういうものをちゃんと感じられるっていうところが、そうですね。雨ってでもほらもう我々の世界もそうですけど、地球的にはそれはいいことじゃないですか。なるほどね。なんか人間ってついなんかは鬱陶しいとか思ってしまいがちですけれども、恵みの雨というか生命にとっては必要なことですからね。はい、そりゃ精霊も喜びますよ。そりゃそうですよ。素敵な観点だな。そうやって感じていこう雨の日は。はい、ということでお送りしてきましたマホラジですが、あっという間にエンディングのお時間です。ありがとうございました。はい、ここで魔法使いの約束からお知らせがあります。魔法使いの約束フェア in アニメイトが好評開催中です。関連のキャラクターグッズを購入、予約打ち金1100円ごとにオリジナルポストカードを全21種ランダムで1枚プレゼントです。さらにアニメイト池袋本店では6月19日日曜までオンリーショップを開催中。詳しくはアニメイト公式サイトをご確認ください。続いてローソン限定オリジナル花火セットの発売が決定いたしました。発売日は6月25日土曜日。イベント歌方の夜の魔法にかけられてをイメージしたパッケージで SSR に登場したムル、クロエ、フィガロのオリジナルクリアうちわがランダムでついてきます。ローソン店頭販売限定でのお取り扱いとなりますのでお見逃しなく。6月10日発売パッシュではヒースクリフ、クロエ、ルチルがダブルカバーにて登場です。書き下ろしの表紙連動会話劇とキャストインタビューを掲載。詳細はパッシュ編集部公式ツイッターをチェックしてください。6月5日より季節イベント花飴をシェリーと見上げてが開催中です。ガチャには SSR ファウスト、ヒースクリフ、ネロの期間限定カードが登場。イベントは6月13日13時までとなりますのでぜひご参加ください。またメインストーリー第2部は次回6月14日火曜日18時より配信を予定しておりますのでお楽しみに。さて魔法ラジでは賢者の皆さんからのメールをお待ちしています。ゲームの感想や僕たちへの質問、メッセージ、各コーナーへのお便りもお待ちしています。お便りは番組ページの投稿フォームからお送りください。直接メールで送る場合アドレスはまほやく温泉.ag です。ツイッターで感想をつぶやく際はハッシュタグ魔法ラジをつけて一緒に盛り上がりましょう。
魔法はひらがな、ラジはカタカナです。そして次回の配信は2週間後、6月21日火曜日6月21日火曜日です。はい、ということで第11回目もあっという間にお時間でございますけれども、いやー、ランキングといい、猫といい、いいです。素晴らしいですね。マホラジのやっぱ賢者様たちね、文章力が面白いね。そうですね、読み物としてつい読んじゃうもの、まあでも全然ね、ざっくりしたお便りでもいいんで、ぜひぜひこれからもねお便りいただけたらと思います。全然もうくだらない IQ 低めのお便りください。そうですそうです、はい、ハードルがねだんだん上がっていっちゃうんですよね。そうなのよ、はい、お気軽に、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでお時間が来てしまいました。お相手はファウスト役の伊藤健人とレノックス役の細谷雄一でした。バイバイ。